世話になっております。リブロスのしゅんです。昨日はインスタグラムで多くのご相談いただき誠にありがとうございました。特に今回、ペックマンの問い合わせが非常に多くいただいておりましたので、ちょっとピックアップしてご回答させていただきたいと思います。また動画の最後にですね、本日手掛けた作品をご紹介させていただきますので、ご覧いただければと思います。では早速、左上からベックマンの劣化を止められませんかっていうご質問ありがとうございます。これは結果からお伝えして、劣化を止めることはできません。ベックマンのソール自体ウレタン系素材が含まれているので、だいたい寿命が早くて3年から劣化が始まってきてしまいますね。これ見つけた時すごいショックですよね。ただお靴自体はもう長く履ける作りにはなってますので、引き続きお力になれることがあるかと思います。なのでお気軽にご相談いただければと思います。続いて左下のベックマンの加水分解についてどう思いますか。僕のベックマンお世話になりました。ありがとうございました。今回ごめんなさい、加水分解ばっかりの特集になっちゃってますね。どう思いますか。これは一言でレッドイングのミスですね。ただここからがレッドイングの素晴らしいところで、劣化しているソールはメキシコ製のソールを使ってたんですかね。それが今はもう自社工場で製造に変更しているっていうことで対応しているので、やはりこの辺の対応力は品質ともに素晴らしいブランドさんだと思います。次の質問、もちろん今回劣化ですね。前回はベックマンの修理ありがとうございました。ありがとうございます。もう一足もありますが、やはり劣化しますかね。こちらも先ほどお伝えした、レッドウィングさんは対応していますので、新しい品番にマイナーチェンジしております。例えば9011、90番台が新品番で94番台になってます。こちらはもうソール自体ウレタン系素材が入っていないので劣化はしません。なのでタグの方をちょっと確認してもらって、お持ちのベックマンがどちらの品番なのかだけチェックいただければ大丈夫だと思います。もし90番台の場合、またご相談いただければご対応させてもらいますので、引き続きよろしくお願いいたします。また続いて加水分解ですね。本当に多いご質問なんで、履いていないのにベックマンのソールがポロポロ取れました、直せますかっていうことで、ポロポロ取れるんですよね。もう液とか黒い跡がついて大変なことになるっていう、大きく2通り修理方法があって、純正のイメージで修理される方と、イメージもこの際からガラッと変えてカスタムされる方と半々ぐらいの割合で当店はご依頼受けてますね。なのでちょっとさらっとですが、修理のイメージカスタムを画像でご紹介させていただきたいと思います。こちらの2333というソールが純正に近いイメージでソール交換が可能ですね。こちらは劣化しないのでご安心ください。次に705というソールの写真が上がってますが、もうカスタムですね。かかともホワイトブーツのようにシェイプをしたイメージなので、ガラッとイメージを変えて履いていただけるかと思います。次は269というソール、こちらは全体的に薄めな仕上がりなので、よりドレッシーな感じで履いていただけるかと思います。黒とかすごい似合いますよね。次に435前ダブルミットという仕様になってるんですけども、前だけちょっと分厚めにしている仕様ですね。こちら結構お悩みでご相談が多いのが、ちょっと背を高くしたい
高く見せたいっていう方はちょっと厚みにカスタムされる方も多いです。これもおすすめです。という形で今回ご質問にご回答させていただきました。また、お気軽に LINE、DM からご相談いただければご回答させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。では最後に本日完成した修理をご紹介したいと思います。こちらですね。こちらはいつもお世話になっている K 様のエンジニアブースです。リブロスファクトリーのエンジニアブースですね。今回はこのベルトの交換をさせていただいたんですけども、アクセントとしてベルトにダイヤ柄を入れてます。グリーンのベルトにダイヤ柄、もう唯一無二の作品ですね。ただこれ仕上がってから気づいたことがあって、これって何かに似てません？という感じで今回のようにまた紹介ご回答などしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた。